皆さんは映画をご覧になりますか？映画は映像だと思っている方が多いんですけれども、映像に音がついています。映像は映像と音で表現するものです。で、表現するということは作った人のメッセージですね。これがちゃんと見てる人に届くかどうかということになります。ですからもし作った人のメッセージが届かないということになりますと、それは表現として、うまくいかなかったということになります。この表現をするということは何かを伝える、メッセージを伝えるということになります。私は学生時代ですね、映画監督になろうと思って映画を撮りました。8ミリフィルムですね。今のようなビデオではない時代です。どうしてもうまくいかないことがありました。音が合わないんですね。昔の8ミリフィルムは音がついてなくて後からつくようになったんですけれども、その音があまり良くない。できるだけマイクを使ってきれいに撮ろう。それでもダメで LP レコードとかに入っている効果音ライブラリー、こういったライブラリーに入っている音を使っても、今一つしっくりこない。それがずっとわからないでいました。音をきれいにしてもダメ、マイクを良くしてもダメ、なかなかうまくいかない。これはずっと悩みの種でした。大学院の時にですね、ゼミの先生が、日本放送の方だったんですけれども、その話をちょっと、口を滑らすような感じでどうしても音が合わないんですっていう話をしたところ、先生がそれ当たり前だろ、レコードの音は君の作品の音じゃないんだから合わないでしょっていうことを言われました。それでハッとしたんですね。作品というのは表現をしているわけですから、人が取ってきた音、どんなにきれいに取ってきた音をつけていってもぴったり合うわけがないんですよね。そのことに気づかされまして、それからじゃあ映像の音、映画についている音ってどういう音なんだろうということをまた考え直すようにしました。皆さんはおそらく何かしら興味を持っているので大学に行こうと、もしくは進学しようと考えているかと思います。私は音が映像にとって非常に大事な要素だということに気づいて、でどうしたら一番いい音、最適な音になるかということを考えるようになって、こういう形で皆さんの前に立っているんですね。ですから皆さんも日頃の何か本当に日常的なものでこれはどうしてだろうというものがあったら、ぜひ大学の学びの中でそれを掘り下げてもらいたいと思います。映画というとですね、エンターテインメントみたいな感じになってしまうと思うんですけれども、非常によく作られていまして、さまざまな要素が組み合わされています。日常的なところから学びのきっかけをつかんでもらえればと思います。